あなた20歳だったら、今の知識のまま80歳になるってことですよね。やばくないですかと。真の意味での停滞はあんまなくて、なるほど。基本は人間ってやっぱ成長し続けるものみたいなのは、口が下げても言っちゃいけないと思いますけど。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など、役に立つ内容をお話しています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということで、人生において大切なものシリーズ、最後のテーマですね。成長ということで、ちょっとお話を伺っていきたいんですけども、僕が思うビジネスにおける成長でいうと、圧倒的なスキルを身につけたりとか、昇進することとかっていうのがパッと思い浮かぶんですけど、本社長の成長っていう言葉、意味とかですね、その辺をちょっと今日は深掘っていただきたいなと思います。僕が、クレドというふうにして、人として豊かに生きるための教科書、みたいなことを話してきましたけど、一つ目やっぱりそもそも人生とはということ、生きる上で最も大切なのは誠実さと、感謝、そして責任、自信、仕事をどう捉えるかと、そして最後に成長ということで成長なんですけど、人生において成長することって重要なことじゃないですか。そのために自分自身の器を大きくすることが大切であって、先ほど言ったビジネスの成長と、今僕が言う自分自身の器を大きくすることが、みたいなことって、要は一つ目は、いかに長けた能力というか、ビジネスの成果を出すための能力みたいな話だとしたら、精神的な成長をしなければならないと。常にせめぎ合いだと思うんですね。せめぎ合い。精神的な成長と技術的な成長。これ二つ、常に追いかけっこしながらというか、両方やっぱ考えなきゃいけないんですよね。僕好きな言葉の中に、二宮尊徳が言った、道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言であると。これ全て置き換えられると思ってるんですけど、ここで言いたいことは、モラルなくてお金持ったら犯罪なんですよ。例えば詐欺とかそうじゃないですか。モラルがなくてもお金だけあったらいいみたいなのね。反対に、今度お金なき道徳は寝言なんだと。どれだけ素晴らしいことを言っても、そこにやっぱりその実績とか影響力ないと、その辺の人が言ってる寝言になっちゃうと。だからやっぱりその精神的成長だけしても技術的な成長がなければどんだけいいこと言ってもやっぱり信頼されないし、今度その極みだと思うのはどちらもないとその上のステージに行けないと思うんですよね。要はそれぞれレベルが10あるとしたら、まずやっぱり大体その技術的な成長を頑張るんですよ。これを3点に入れたと。そうすると今度次4のステージ行きたいんだけど、ここに行くにはやっぱり精神的な成長もないといけないんですよ、大体の人は。で、精神的な成長を3まで持ってきたと。そしたら初めて技術的な成長の4から6のステージが現れて、また頑張ると。今度6まで行ったらまた次のステージに行くには精神的な成長がないといけないんですよね。精神的な成長もやりながら6になると。そしたらまた次7からの第3ステージが現れてみたいな。こんな感じで追いつき追い越され、話しすぎたらそれ以上いけないみたいな、そういう関係性があると思うんですよね。これは会社経営者とかやっぱ見てると自分的にはすごく腑に落ちていることで、技術的成長、要は能力的成長だけ行き過ぎても会社やってるとブレイクスルーできないんですよ。それかもう本当にこうさっき詐欺とか言いましたけど、ちょっとグレーな方とかに行っちゃうか。なるほど。なのでやっぱりそれ両輪でやっていくっていうことが大事ですよね。そうしないとだから本当の意味で成長の幅っていうのは広がっていかないのかなと思いますね。なるほど。そういう成長っていうのは人間関係の向上とかキャリアの発展とか、そういったものも含めて個人的な満足感を得るためにも自己成長って必要ですと。なのでやっぱそれを促進するためには常に新しいことを学んだり、自分自身の知識やスキルを向上させることを心がける。健康で充実した人生を送るためにも自分自身はやっぱり両輪で成長させていくっていうことが大事ですと。たまにね、なんで成長しなきゃいけないんですかと、言っちゃう若い子がいたりもするかもしれません。でも僕はそういう時にこう答えてるんですけど、いやと。
成長するのは当たり前ですよと。当たり前。だって嫌でも成長しますもん。過去の自分よりも知識や経験やいろんなことがプラスになってるでしょ、生きてればと。成長を否定するっていうことは、今の知識のまま、あなた20歳だったら、今の知識のまま80歳になるってことですよね。やばくないですかと。そんなことでもありえない、生きてればありえないし、だから自然と嫌でも成長するのは当たり前ですよと。よりやっぱり成長するっていうのは、僕こう思ってるんですけどと。自らの成長をなくして、周りの成長はなし。周りの成長をなくして、笑顔あふれる世の中はなし。もっと言うと、自らの成長をなくして、未来を担う人の成長はないよと。自分の子供とか、あなたみたいな若者とかに対してもそうですと。だから、幸せな世の中作りたいとか、子供を立派に育てたいとかっつったら、まずは自らが成長することですよと。はい。成長っていうのは切っても切れないし、必ずし続けなければならないものだと。そう思った方がいいですよと。はい、そんな感じで話したりしますよね。なるほど。人として最初成長ステージ上がっていくと、先ほど言ったようにやっぱりどうしても能力を上げようと技術的な成長にこう邁進するんですよね。でもここではなんか長けた仕事しかできないんですよ。長けた仕事っていうのはやっぱ単純に仕事で成果出すとか、報酬が高くなったとか、こういうことの実績積んだとかね。でもそこにやっぱり必要になってくるのは内からの変化みたいなことが必要になってくるんですよね。内面の、精神的な成長プラス意味意義、こういうものがやっぱり追いついてきて、それって自分にとって豊かな仕事になるんですよ。で今度それを理解して豊かな仕事になっていくと、もっと長けた仕事をしなきゃいけなくなるというか、もっと長けた仕事がしたいと思うんで、技術的な成長にもう一回入りますと。でまたそれも長けて仕事で実績出してくると、それをやっぱり精神的な成長とか意味が補完していって、それも豊かな仕事になっていきますと。このループをどれだけ大きくするかみたいな、この車輪どれだけ大きくするかみたいな多分話なんですよね。行き着く先っていうのは長けた仕事だけじゃできないというか、長けた仕事を超えて豊かな仕事をするようになることだと思うんですよね。だからこう精神的な成長をしたり、意味意義づけができてる人って仕事に対して気分的な楽しいじゃなくて、意志的な楽しいになっていたり、そうなってくるとやっぱりその辛いことも苦労もあるんですけど、粘りちゃんと持つことができて継続できるから、ランナーズハイじゃないけど、ちょっと大変なんだけど楽しいよと、厳しいんだけどやりがいあるんだよと、いう感じのどんどん意識で仕事に取り組めるようになるわけですよ。そうやってこの両輪をどれだけでかくしていけるかと、結果やっぱ人間的な成長であったりとかしてるってことだし、成長の内容因数分解するとこういうことが成長なんだと。自分で成長の定義決めること重要ですよね。成長の定義、いや成長って簡単に言葉使うけど、じゃあ何をもって成長と言うんだと、結構曖昧ですよね。確かに。僕尊敬する先輩起業家の方がちゃんと定義していて、それを本当一つ参考にさせてもらってるのと、自分の中で決めてることが一つあって、一つはできなかったことができるようになることが成長ですと。もう一つは過去の自分を超えること、これが成長だと。まあ何でもいいんですけど、過去の自分の例えば出した結果よりも今年上回る結果出せますかよって言ったら、その差分は成長ですよ。成長したからその結果が出たんですよ。基本的にはこの2つで成長の定義をしてまして、成長したかしてないかとか、そういったものに関してはそういうもので測ってますよね。同じようにちょっと置き換えて、例えば精神的に言うならば、こういうことでイライラしてたけど今年はイライラしなくてこう考えられるようになったとか、そういう思考に置き換えたりとか、それを反映した何かしら行動があった時にはそれを持って差分として今の定義に当てはめて成長してるかしてないか、どれぐらい成長したのかみたいなことを考えてますよね。なるほどですね。逆に停滞する人とかっていうのはいるんですかね。なんかその考えとか思考的なところでいうと。どう捉えるかですけど、
停滞することもある意味成長ですよね。あー要は成長しているから、そこでやっぱり大きな壁が来て停滞する。でもさらに成長するためにその停滞を経て、どう成長するかとかね。真の意味での停滞はあんまなくて、なるほど。基本は人間ってやっぱ成長し続けるもの。成長の通過点っていうふうに捉えれ間違っても、ば。はい。私は成長しなくていいんです。いや、俺は成長に興味ありません。成長したって何があるのみたいなのは、口が下げても言っちゃいけないと思いますけどね。そうですね。成長しないでいいみたいな思考とか言語を使ってしまうと、その瞬間だから止まっていいって話ですから。それ以上の喜びも楽しいもなくていいってことですよね。マネジメントとかする上でも、なんか部下に対して成長してないとか、そういうこともやっぱ禁句ですね。成長してないことはだからないとは思うんですよ。だからまあそういった意味では、お前成長してねえなとかって口でポロッと言っちゃうのとか良くないかもしれないですね。成長は必ずしてるはずなんですけど、ほとんどの人が。強いて言うならばその成長してる部分をちゃんと出してあげられてない。もしくはちゃんと日々やっぱりこう、コミュニケーション取れてないとか、頑張らせられてないから、成長してないのかもしれないですけどね。仕事の結果としてはね、去年これだけ取れたけど、今年こんだけ下がってるよと。こういうのはありえますよね。ここに対してだけは、ここだけにフォーカスして、結果としては成長できてないよということはあるかもしれませんけど、丁寧に説明も必要だし、その人の自身の成長については混同させちゃいけないから。どうしても僕自身、成長っていう定義がビジネススキルだったりとか、冒頭でお伝えしたように昇進とか昇給とか、そういう目線で見てたんですけど、もう少しちょっとなんだろうな、それこそ本当視座を上げて。そうですね。だから、例えばですけど、能力的に成長したっていうのを何で表すか、っていうと、やっぱりできなかったことができるようになるしかないと思うんですよね。今度実績的に成長を見るんだったら、実績しかないですよね。出した結果、人間的に成長したかどうかは先ほど言ったように思考とか、習慣とか、そういったものを確認しに行くしかないんじゃないかなと思いますよね。なるほど。ただ注意は、昇進っていうのは成長では何でもないですよね。ただの結果というか。確かに。部長になりました。俺は成長したんだ。部長になったイコール成長したってなると、それって物事を置き換えたら、ブランド品のバッグ買って、俺が成長したぜって言ってるもんだから何言うとんねんって話じゃないですか。間違いないです。で俺みたいになっつってメンバーから主任から課長から部長、こうやって成長していくんだよ。で、ちょっと意味が違く伝わっちゃいますよ。それは、どっちかというと逆で、成長したから役が上がっていくっただけですよ。役が上がったことを成長とは言えないですよね。確かに。ありがとうございます。まとめると、成長とは、自分自身のやっぱり器を大きくすることですかね。成長にやっぱ技術的な成長、スキルとかですね、精神的な成長、人間性とか、視座とかですね、両方必要であると。成長っていうのはやっぱ段階的に進むので、能力を伸ばすことを一生懸命頑張って、技術的な成長を一生懸命頑張って、で、必要になってくるので精神的成長もして頑張って、次のステージに進む。より大きいところでの技術的な成長、より大きいなところでの精神的成長っていうのを、どんどんループしていく。そうやって、それを大きくしていくみたいな。これの繰り返しですと。追いかけっこしながら発展するようなものですよ。最終的には人としての成長、ここで言うと精神的な成長、それが人生の質を向上させますよと。それは仕事の成功だけではなく、人間関係や人生の充実にも影響を与えますと。成長はやっぱりするかしないかではなく、当たり前に続くものという前提もあって、成長しなければならないのかみたいな疑問はナンセンスであると。生きている限り、経験や学びを積み重ねて、実は成長少なくともしてますし、成長の定義決めることですよね。僕なりに言うと、成長とは、できなかったことができるようになること、過去の自分を超えること、みたいなことを成長と、何かしらの前進を伴うものです。そういうふうに考えて、やっぱり常に成長マインドセットって言えばいいですかね。そういうものを持って、
人生も生きるし、仕事も頑張るしと。そういう風に頑張って仕事を通じて経験を積んで、意味や意義を見出すことで、豊かな人生を築くことになります。今言ったように成長を意識し続けることが人生をより充実させ、より良い未来を作る鍵となりますよと。はい。ありがとうございます。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて大変励みになっています。気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。